皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？もう最近すごく寒くなってきて、結構風邪をひいている人が周りにも多くなってきているので、皆さんもお体に気をつけて過ごしてくださいね。そして私は今日久しぶりに髪を結んでみたんですけど、どうですかね？最近は寒いっていうのもあって、ずっと髪を下ろしてたんですけど、今日は久しぶりに日本語でポニーテールって呼ばれる結び方をしてみました。まあそんなことは置いといて、今日のポッドキャストでは久しぶりに日本語のことについてお話ししていきます。今日お話ししていくのは、私がオンラインレッスンをする中で、多くの人が間違ってしまいやすい文法だったり、動詞だったり、そういったことについてお話ししていきたいなと思います。なので、今日本語を勉強している皆さんにとって役に立つ内容になってると思うので、よかったら最後まで楽しんでいっていただけると嬉しいです。では早速今日も始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、今日は間違いやすいものを5つ用意してきたので、この5つをお話ししていきます。まず1つ目が、何々安いっていう文法についてです。何々安い。これはきっと皆さん聞いたことがあると思うんですけど、例えば書きやすい、読みやすい、歩きやすい、走りやすい。そういう風な使い方をします。で、この文法はネイティブも毎日使う文法なんですけど、どういう風に間違ってしまうかというと、本当はこの文法は動詞と安い、これを一緒に使わないといけないんですけど、結構ね、安いだけで使ってしまう方がかなり多いんですね。まず、この文法の意味は、簡単に何々することができる。読みやすいだったら読むことが簡単にできるとか、書きやすいだったら書くことが簡単にできる。例えば書きやすいペンとかですね。すごく書きやすい、書くことが簡単なペンとかってありますよね。そういうのを表すために使う文法なんですけど、例えば私が生徒さんと何か本のお話をしているときに、その本って読みやすいですか？内容は簡単ですか？っていう意味で聞いたときに、結構、はい、安いですっていうふうに返してしまう方がすごく多いんですね。でもこれは絶対に動詞と安いセットで使わないといけません。なので、はい、読みやすい本ですとか、はい、読みやすいですとか、そんな風に使うのがポイントなんですね。で、この動詞とのくっつけ方、どうやって一緒に使うかっていうことなんですけど、書きます、読みます、泳ぎます、行きますとか、そういうます形にします。それでますを取るんですね。書き、読み、泳ぎ、行き。この4つになります。これに安いを後ろに使う感じです。なので、何々安い、何々することが簡単だ。こういう意味で使うときは、絶対に動詞とセットにして使うようにしてみてください。そして、ちなみになんですけど、この何々しやすい、何々安いの反対は何々にくいですね。書きにくい、読みにくい、見にくいとか、勉強しにくい場所とか、少しうるさい場所とかって、勉強に集中するのが難しいですよね。そういう時に勉強しにくい場所、そんな風な言い方をします。これが一つ目の間違いやすい文法です。で、次、二つ目。二つ目にお話ししたいのは、手伝う、助けるの違いについてです。
で、どういう時に手伝う、どういう時に助けるを使うかというと、手伝うっていうのはアシストのイメージです。少し手伝う感じ。結構カジュアルな日常生活で起きそうなことをヘルプするとき、アシストするときに使うのが手伝うです。助けるっていうのは結構ね、皆さんヘルプって言ったら助けるっていうイメージがある方が多いと思うんですけど、日本語で助けるを使うのは、例えば危ない時ですね。命が関わっている時。私は小さい頃に海で溺れたことがあるんですけど、そういう時ってもう私が死ぬか生きるかですよね。結構危ない状況。こういう時に使うのは助けるなんですね。なのでトラブルに巻き込まれた時に助けてください。そんな言い方をします。こういう風に大変な時は手伝ってくださいは言わないんですね。もう命が関わってて、もう本当にやばいってなってる時、こういう時は助けるを使います。で、手伝うを使うのは、例えば宿題、わからないところがある、勉強、日本語の勉強でわからないことがあるので、手伝ってくださいとか、お仕事で簡単な頼み事がある時ですね。ちょっと忙しくて何か間に合わないとかなってる時にも、ちょっと手伝ってもらえませんかとか、そんな言い方をすることが多いです。でもさっきお話しした助けるっていうのも、例えば、テスト前、学校の試験前とかで、本当にわからない教科があって、もう本当にやばい、テストの点数が悪いかもしれない。そんな時には、助けるっていう言葉を使って表現することもできるんですね。少しオーバーな言い方をあえてするっていうことも日本語ではよくあります。なので、めっちゃ仕事が忙しい時、もうやばい、助けてほしいとか、あと、勉強がわからない、本当にわからなくて困ってる時とかは、友達に、もう本当にテストやばいから助けてくれないとか、そんな言い方をすることもありますね。なので、場面とか雰囲気によって変わることがあります。でも基本的に簡単な頼み事をするとき、ちょっとお願いしたいときとかは手伝う。で、危ないとき、車にひかれそうなとき、溺れてしまったとき、そんな風なトラブルに巻き込まれているときは、助けるっていう言葉を使うんだなっていうイメージ、そういうのを頭の中に入れておいてもらえると、結構区別しやすいんじゃないかなと思います。これが二つ目です。で、次、三つ目。三つ目にお話ししたいのは、即音と超音なんですけど、この即音、超音っていう言葉自体は覚えなくて大丈夫です。でも、即音っていうのは小さい図。例えば、カッタ、切った、切ってとか、そういうのですね。で、超音っていうのは伸ばす棒です。伸ばし棒ですね。ゲームとか、何がある？シチューとかカレーとか、そういう風に伸ばすものありますよね。で、この二つは日本語にとって本当に大切なんですね。これを間違ってしまうと、全く違う意味になってしまうものがたくさんあります。例えば、代表的なものは、来て、聞いて、切ってですね。来てっていうのは、来て、come です、come。で、聞いてっていうのは、listen ですね。聞いて。で、切ってっていうのは、cut です。その、ハサミで切るですね。こういうのが全部意味が変わっちゃうんですね。来てっていうのさっき come って言ったけど、他にも wear、その服を着るとかもありますね。こういう風に、来て、切って、聞いて、ちょっと発音が違うだけで、完全に意味が変わってしまいます。もちろん私は日本語教師として働いてるから、
ある程度生徒さんが間違えたとしても、コンテクストとかで何が言いたいか理解することはできるんですけど、でももし皆さんが日本に住みたいとか、日本で仕事がしたいとか、そういうふうに考えている人にとっては、この超音、即音っていうのは、日本語を始めたうち、最初の頃から気をつけてほしいポイントなんですね。なんでかというと、こういうのってやっぱり私が英語を勉強していても思うんですけど、癖になってしまうんですね。癖になってしまうと、どうしてもそれが、抜けない、自分から抜けなくて、もうずっとずっと来て、聞いて、切ってをうまく発音できない。そんな風になってしまうこともあります。そして超音でよくある間違いなんですけど、おばさん、おばあさん、おじさん、おじいさんですね。こういう風に伸ばさないか伸ばすかの違いだけで意味が変わります。おばさんだったら、40代、50代、60代ぐらいの方かな。おばさん、おじさん。でも、おばあさん、おじいさんになってくると、70歳、80歳、90歳、100歳。そんな風に年齢の幅がかなり変わってくるんですね。そして他にも、おばさん、おじさんっていうのは、自分の両親の兄弟も表します。なので、こういう時に間違ってしまうと、今、誰のお話をしてるのかわからなくなってしまう。そんなことにもなるので、ぜひね、この即音と超音は、日本語を勉強し始めたばっかりの人はもちろんなんですけど、もう長く2年、3年、4年勉強している人にも特に気をつけてほしいポイントです。これができるようになると結構ネイティブの発音にすごく近づくことができるので、ぜひね、覚えていてくれるととても嬉しいです。では次は4つ目です。4つ目。これは、覚えるだけのお話になっちゃうんですけど、使う、作るですね。使うと作る。これが混ざってしまう人がすごくすごく多いです。使うっていうのは to use ですね。use。作るっていうのは to cook something とか to make something。そういうのが作るです。なので、例えば、ハサミを使うとか、私は今マイクを使ってますよね。他にもスマホを動画を撮影するために使っています。こういうものを使うって言います。作るっていうのは、例えば料理をするときとか、あと何か、何があるかな？レゴを作るとか、何か組み立てる作業ですね。そういうのが作るっていう言葉です。で、もっと混ざってしまいやすいのが、これを手形にした時ですね。例えば、作って、使って、こういう風に手の形にした時、これがね、すごくすごく音が似てますよね。作って、使って。例えば、オムライス作ってとか、パッと聞いただけだったら分かりにくいですよね。結構聞き取るのが難しい。でもですね、聞くのは結構コンテクストで分かりますよね。オムライス作ってっていうのは料理してっていう意味だし、オムライス使ってとは言わないですよね。逆にマイク使ってくださいですよね。マイク作ってください。マイクを作るお仕事をしてる人は言うかもしれないけど、でも日常的にマイクを作る人はいないですよね。私みたいに毎日毎日マイクを使っています。この二つがね、結構みんな混ざってしまうっていう人が多いので、お話しすることにしたんですけど、これはね、何か私が説明しないといけないっていうよりは、たくさんたくさん聞いて、たくさんたくさん発音して、慣れること、それが一番大切かなって思います。なので、日常的に何か、今日はオムライス作ろう、パスタ作ろう、チャーハン作ろうとか、そういう風に言ってみたり、今日は教科書を使って勉強しようとか、そんな風に、練習すること、気をつけながら練習することっていうのが間違いにくくなるためのポイントかなっていうふうに思います。はい。
で、次、5つ目。5つ目にお話ししたいのは、あんまり何々ないとか、めったに何々ないとか、こういうふうに後ろにないがつくものですね。絶対にない、否定形を使わないといけない文法っていうのは、日本語にはたくさんあるんですね。でも結構間違ってしまいやすいのは、本当はあんまり本を読まない、あんまり本を読みませんって言わないといけないときに、あんまり本を読みますって言ってしまう人がすごく多いんですね。それと同じようにめったに外に出ます。そんな風なミスをしてしまう方っていうのがすごく多いんですね。でも、あんまりとかめったにっていう文法は絶対に後ろが否定形、何々しません、何々ない、この形になるんですね。なので、カジュアルにこのあんまりめったにを使うときは、あんまり私外に行かないんだよねとか、私めったにインスタ使わないんだよねとか、そんな風な言い方をします。でも丁寧な言い方をするときは、私はあんまり、外に出かけません、外に出ませんとか、私はめったにインスタグラム、SNS を使いませんとか、こういうませんっていう形を使うことが多いです。このあんまり何々ない、めったに何々ないっていう文法は、ネイティブの人も毎日使う文法だからこそ、皆さんにもぜひ正しい言い方で、正しい文法で使えるようになってほしいんですね。なのでこれからこの文法を使うときは、ないとか、ませんとか、否定形を使わないといけないんだなっていうことを頭の中に入れておいてもらえると嬉しいなと思います。では、これが5つ目でした。皆さんどうでしたかね？今日は5つ私が思う日本語を勉強している方がつまずきやすいポイント、ミスしてしまいやすいポイントをまとめてみました。もしね、この動画を見て、今まで間違ってしまってた。そういうふうに思ってしまった人がいらっしゃると思うんですけど、前々から言ってるように間違ってしまうことは全く悪いことじゃないです。むしろ間違ってしまうからこそ、今こうやって皆さんはたくさん学んで、どんどんレベルアップしてるので、全然間違ってしまってたことは気にしないでくださいね。それよりも今日また新しいことを一つ学べたっていうことを、そういう気持ちを大切にして、今日もね、もしこの動画を楽しんでいただけていたら、すごく嬉しいです。これからもね、こういう日本語のお話とかもたくさんしていくので、また勉強のためにも私のポッドキャストに来てくれるととても嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。